やっぱりいつ見ても大きいね、スカイツリー。遠くからしかね眺めることないんだけど、今日はね本当にそばまで来て久しぶりにどうかなと思ってる。次はこの近くに有名な商店街があるっていうんで、ちょっとそこ行ってみたいなと思います。確かキラキラ立花商店街だったかな。今押上一丁目あたりを歩いてます。ほんとね、ここら辺あたりもかなり古い街並みなんだけども、どれぐらい古い街並みが残ってるだろうかね。多分かなりなんていうのかな、改築されてなくなってるんじゃないのかなっていうふうな気がするけど、なかなかね昔ながらのっていうのを期待してるんだけど、ないねほんと。何年前だろう、10年ぐらいかな。前来たところがもうちょっとだったような気がするんだけど、今日はほぼほぼないね。なんて今日は変わりゆく東京を期待したんだけど、確かにね綺麗に変わってるけれども、昔のものが跡形もなくって感じかな。で、新しいものはみんななんていうのかな、スタンダード化されてるというか、味付けが全部一緒なんだよね本当に。今から北上して鳩の町に行きます。なんか面白い形で残ってればいいけどね。ここが鳩の町だね。何年ぶりだろう、かなりなんだけど。以前はねかなり鳩の町っていうふうなサイン出てたんだけど、今ないね。基本的に全部ローカルの店だね。でも全部閉まってる。多分これカフェかな。リノベされてるんだよね。
残念ながら鳩の町もあんまり見るものがなかったんで、もうほぼほぼ全部リノベーションされていて、次行きます。次は箕輪です。墨田区から台東区に入るところです。ここら辺あたり江戸時代からドヤ街として栄えてたっていうけど、ほんとね、わかんないね。見てて。普通の住宅。サウナって煙突立ってるけど、匂いがものすごくいいね。なんか独特ななんかね、特に冬場、薪の匂いというか、気持ちが落ち着く匂いというか、なんか銭湯なかなか行ってないんで、まあ近いうちにちょっと行ってみようかな。なんか癒される。正直言ってものすごく変わってる。ここね、昔アーケードだったんだけど、全部取っ払われてるね。気がつかなかったよ、ほんと。本当に全く別の街だね。もう新しいマンションの中も建って全然気がつかなかった。もう住所としては箕輪に入っているんで、最後のスパートを行きます。お疲れ様です。無事箕輪に到着。今回はかなり距離が短かったんだけども、いろいろね、なんていうのかな、行きたいところに行けて、行けなかったところもあるんだけども、楽しい一日でしたと。で、いつものように観光して食事どころ探して帰ります。以上。